1週間の地震についてお伝えする週間地震情報です。まずこちらの図をご覧ください。こちらは23日の午前10時までの1週間に発生をしました震度1以上の地震の震源をプロットしたものになります。この1週間ですけれども、能登半島付近、そして熊本県内、こちらで体に感じる地震、比較的大きなものがありました。その他、北海道から関東にかけての太平洋側などで体に感じる地震が複数起きたといった状況です。この1週間で震度3以上の地震は4回ありました。そのうちの一つがこちらです。18日の午前5時頃に起きた熊本県熊本地方を震源とする地震です。マグニチュードが 4.8、震源の深さが10キロとなっているんですけども、この地震で熊本県の八代市と上天草市、芦北町で震度4の揺れを観測しました。熊本県熊本地方を震源とする震度4以上の地震は去年の5月以来のこととなります。この地震の発生後、ほぼ同じ震源で4回の体に感じる地震が発生をしました。今回の震源、この赤いバツ印ですけれども、こちらは2016年の熊本地震で、その一部が動いたとみられる日名具断層付近ということになります。政府の地震調査研究推進本部によりますと、日名具断層を3つに分けた真ん中の領域である日名具区間では、今後30年以内にマグニチュード 7.5 程度の地震が発生する確率を最大 6%、最も南側の八代海の区間では最大 16% と活断層の確率としてはかなり高い部類ということになります。今回の地震ですけれども、陸域で起きた浅い地震であるため、このような形で震度4ぐらいの揺れになりました。もっと大きな地震が起きた場合は、より強い揺れになるということも予想されますし、この2016年の熊本地震、9年経ちますけれども、未だに余震が起きているということになります。この後も地震の発生にはやはり注意が必要ということが言えそうです。そしてもう一つの地震が、こちらが19日です。昼過ぎに起きた能登半島沖の地震でして、マグニチュードが 4.7、震源の深さが6キロとなります。この地震で石川県の志賀町で震度4、羽咋市やかほく市、宝達清水町で震度3を観測しています。その他中能登町も震度3ですね。この能登半島地震の震源域で起きた地震として震度4以上の揺れを観測するのは去年の6月3日以来およそ9ヶ月ぶりとなります。この能登半島付近の地震としましては、これ最近1週間なんですけども、2つのグループに分けられます。1つが去年の1月1日のマグニチュード 7.6 の地震に伴って活断層が動いたエリア、そして去年の11月に起きたマグニチュード 6.6 の地震の余震域として起きている地震、この2つのタイプに分けられるんですけども、今回の地震は1月1日、去年の1月1日に関連した地震の震源域の中で起きたということになります。で、この能登半島付近、まだですね、このように体に感じる地震が相次いで起きている状況でして、最初の1月1日の地震からすでに1年以上経ちますけれども、まだしばらくはですね、強めの揺れが来る可能性もあります。こちらも引き続き地震の発生に注意が必要です。そして、こちら、海外の地震ですね。海外の地震。USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード 4.5 以上の地震の震源をプロットしたものになります。で、この1週間ですけれども、マグニチュード6以上の地震が2回起きました。1つが日本時間の21日の深夜に起きた中米パナマの地震、そしてその3分後に起きたこちらはアリューシャン列島の地震です。いずれもマグニチュード 6.2 となるんですけれども、このうちパナマの地震、結構陸地に近いところで起きました。ただですね、地震の規模、極端に大きくなったわけではなく、海岸から見るとやや離れてはおりましたので、この地震による被害の発生等はなかったというふうに見られます。で、この中米、パナマ付近ですけれども、3つのプレートが入り組んでいます。ココスプレート、カリブプレート、そして南のナスカプレート。その3つがこの辺りで入り組んでおりまして、地震活動活発です。今回起きたパナマの辺りは、
そこまで大きな地震というのは起きないんですけども、その南北ですね、例えばニカラグアですとかエルサルバドル、またメキシコ、南はこちら南米ペルーですとかチリですね、コロンビアのあたりも時折大きな地震が起きます。このあたりで大きな地震が起きた場合は日本にも津波がやってくるといったことが過去にいくつもありました。大変遠いところの地震ではあるんですけども、規模が大きかった場合は日本でも注意を要するということになります。最新の国内の地震情報ですとか海外の地震に関するニュースについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。